猫と日本語。猫和日语 Cats and Japanese. 初級の文系。 Sentence patterns for beginners. 今日は何月何日ですか？ What date is it today? 皆さん、こんにちは。さくらです。僕は猫です。一緒に文系を勉強しましょう。今日は月と日にちについて説明します。例文もたくさん紹介します。授業の後に宿題をしてくださいね。日本語の日にちの言い方には特徴があります。この番組で確認してください。単語も練習してください。チャンネル登録といいねもうお願いします。文系の紹介。今日は何月何日ですか？今日は1月1日です。基本の例文。今日は何月何日ですか？ What month and day is it today? 今日は1月1日です。Today is January 1st. 今日は2月2日じゃありません。Today is not February 2nd. 昨日は4月4日じゃありませんでした。Yesterday was not April 4th. これらの文系の意味や表現できること、月や日にちを尋ねたり答えたりできます。助動詞ですの現在形と過去形の否定文を表現できます。品詞の説明。 What month and day is it today? 今日は何月何日ですか？今これは名詞です。日は主題を表す副助詞です。何これは不定称の代名詞で疑問詞です。月これは月を表す助数詞です。日これは日にちを表す助数詞です。です。断言を表す助動詞で丁寧な言い方です。か文末につけて疑問文を作る修助詞です。 Today is January 1st. 今日は1月1日です。今名詞です。日は副助詞です。1これは数字です。月これは月を表す助数詞です。日これは日にちを表す助数詞です。です。断言を表す助動詞で丁寧な言い方です。助数詞日と月。日にちを表します。日月を表します。月月の読み方。助数詞は数字の後ろにつきます。月の読み方は簡単です。1月から12月まで読みます。1月2月2月3月4月4月とは言いません。5月6月7月8月9月9月とは言いません。10月11月12月。簡単ですね。数字をそのまま読んで続けて月を読むだけですね。そうですね。日にちの読み方。日にちを読む際には月の読み方のような規則的な読み方と特殊な読み方の2つがあります。日本語の日にちは1日から10日までと20日。4がつく日にちに特徴があります。1日から10日までと20日まで読んでみます。私の後に続いて読んでみてください。1日2日3日4日5日6日7日8日
8日、9日、9日、10日、10日、20日、20日。その他の日にちは別動画で確認してください。漢語、和語、今主語について、どうしてこのような読み方があるのですか？もともと日本にあった言葉が使われているからです。古来から日本人が使ってきた日本由来の言葉を和語と言います。日にちの読み方には和語がたくさん使われているのですね。はい、外国から伝わった言葉についても教えてもらえますか？わかりました。生活。 living, 中国語から伝わった言葉を漢語と言います。中国語の意味や発音が踏襲されて使われています。コミュニケーション。 communication, また、中国以外の国から伝わった言葉を外来語と言います。消しゴム。 eraser, 漢語や和語や外来語などが組み合わさった言葉を今主語と言います。助動詞ですの否定形について、断定や判断を表します。丁寧な表現です。ですの過去の形はでしただと覚えてください。前の授業で助動詞ですの過去を表す形でしたを紹介しました。今日はですの否定形とでしたの否定形について説明します。ですの否定形はじゃありません、またはではありません。です。でしたの否定形はじゃありませんでした、またはではありませんでした。です。では助詞が2つ重なったものです。これは正式な言い方です。文章を書くときにはこちらを使いましょう。じゃはではのカジュアルな言い方です。話し言葉でよく使われます。これらの言葉は様々な品詞が集まってできていますが、今回は詳しくは述べません。丸ごと覚えてしまいましょう。例文を読みます。 what day is tomorrow? 明日は何日ですか？ Tomorrow is May 5th. 明日は5月5日です。 Tomorrow is not June 6th. 明日は6月6日じゃありません。 What day was the day before yesterday? おとといは何日でしたか？ The day before yesterday was July 7th. おとといは7月7日でした。 The day before yesterday was not August 8th. おとといは8月8日じゃありませんでした。これで今日の授業は終わりです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。またお会いできることを楽しみにしています。さようなら。また会いましょう。